あのどうも、大間が時フィルムのヒロト。どうもです。どうも。どうも。今ね、僕とトモさん、2人です。はい。で、T さんはね、夜勤、昼勤のね、合わなかったんで、はい。残念ながら来れなかったんですけれども、今回ね、僕らの元にまた新たな DM が届いてましてですね、はいはい。その内容なんですけれども、こっからね、2時間ぐらい高速で走って、で、さらに山の奥をですね、ぐんぐん登ってったところに、小さな集落みたいなものがあるんですよ。で、そこの一角にある古民家なんですけれども、そこの古民家を所有をしている息子さんからの依頼です。でね、僕らと、同世代ぐらいの方からの依頼なんですけれども、今はね、誰も住んでない古民家なんですよ。あ、そうなんだ。そう。で、ほんとね、どうだろう、60年ぐらい経ってるのかな、地区。すごい。すごい。で、今は、もう物置として利用されてるみたいなんですけれども、DM をいただいて、で、その後ね、僕、直接会って話いろいろ聞いてますけれども、その話を聞く限りでも、正直、行くの嫌だなって思ってます。屋根裏があるんですよ。その屋根裏がですね、話聞いた限りでは、かなりやばい。屋根裏ってだけでさ、なんかもうそそるというか、めちゃくちゃ胸躍りますけれども。そうだね。で、一応鍵もね、もう借りてますんで、僕ら2人で行って、いろいろと調査をしていきたいと思っております。早速、今から現場へ向かいたいと思います。はい。じゃあ、トムさん。いいですか？いいよ。じゃあ、大間が時計。やっぱでも古いね。物置として使ってるとはいえ、もうこの土間、今僕らがいるこの場所だけ物置として使ってるみたいで、こっから先に誰も来たがらないっていう話です。そんなに？そうそう、だから今こうして物があるんだけど、じゃあほぼほぼここにはこう物は置いてあるけど、もうこっち側はその昔のまんまっていうことなのかな？そう、あんまり人は入ってない。いつの段階から入ってないかは定かじゃないんだけど、じゃあちょっと入っていこうか。でもなんかすごい綺麗だけど。もう別に普通にさ、そんなに傷んでるわけでもない。そうだね。全然。誰か管理してるのかな？確かに。いや、でも、ほんとそれにしては全然傷んでないもんね。その放置されてたっていう割には。人が来てないから、綺麗なのかわかんないけど。すごいけど。めちゃくちゃ立派な仏なんだよ。だね。なんか、こういうさ、古民家に放置されてる仏壇ってちょっと怖いよね。放置されてるのか、これ。でもさ、依頼者さんたちの家族とかはさ、来たがらないって言ってるわけじゃん。そう。だからつじつまは今の時点で合わないんだけどね。そうだよね。すごいぞ、この仏壇。相当立派な。魂抜きみたいなこととかされてると思えないけど。だよね、普通になんか管理されてる感じはするけど、どういうことなんだろう。ここにさ、おそらく依頼主のね、方の先祖の方の遺影もあるんだけれども、もしかしたら話に出てた右からおじいちゃん、おばあちゃん、一番左の方はさらにひいおばあちゃんかな。そっか。うわ、古いね。聞こえた今？何？コン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 。本当に？ちょっと待って、今さ、今本当に聞こえてないよ、ヒロ君。分かんなかった、全然。いや、普通に窓コンコンって。だってこの辺奥でこの時間に来るでしょ。だけど立て付けがさ、必ずしも絶対にいいとは言い難いとは思うから、
南西5、60年前の家ですから、風がと思うけど。いや、ちょっと焦ったよ。こういう梁とかさ、うわー、すごいね。確かに見たことないよ。あー、すごい。確かに。こういう、なんつうの、天窓じゃないけど、この上についてるさ、こういうのとかも、ほんと古い家の特徴というかね。昭和57年。すごいね。昭和57年昭和57年。今の時点で、もう40年ぐらい前のもの。だって、襖の中は新聞ですからね、これ。すごい。うわー。トイレ。うわー。すごくこう、昔のトイレ。まあ昔だよね。だよね、これ。絶対ボットン便所の。床が、やばいね。やっぱりまあまあ、人が住んでないので、まあ床は抜けちゃうよね。さ、屋根裏階段があるんだよね。あ、そういう話だったよね。確かに、屋根裏。うわ、すごい。階段ある。わー。絶対これでしょ。存在感が半端ないっていうか。やばいよね。これ、でもさ、そこが扉になってるってこと？まあ、天井が開くんじゃないかな。なんか想像とはちょっと違うけどさ。そうだね。こんな普通に階段みたいになってるんだね。話によると、この部屋で依頼者の方は寝てたってことだよね。そうだね、そうだね。そう言ってたね。そう。ちょっと DM 読みますね。以前祖父が一人で住んでいた古民家が山奥にあります。そこは今では物置として使われているのですが、私も昔は夏休みになると泊まりで遊びに行っていました。その古民家には屋根裏があり、そこは当時から物置として利用されていたと思います。今から20年前、小学校3年生くらいの夏休みにも遊びに行ったのですが、数日過ごしたある日の深夜、多分1時とか2時頃だと思います。私が寝ている和室の天井、すなわち屋根裏から何か物音が聞こえてきました。何かを引きずるような音、それにひそひそと話す声のような音、それは性別も年齢もわからないような声で、何やら嬉しそうというか楽しげに聞こえます。内容は聞き取れません。それらの音を聞いた私は、何かいると大変恐ろしく感じ、恐怖に怯え泣きながら隣室の祖父とその時はまだ生きていた祖母を起こし、事情を説明しました。祖父母は最初こそ私の狂乱ぶりに驚いていましたが、私の内容を聞き進むにつれ、二人はお互い目を合わせると私の動揺をよそに笑い出し、〇〇が来ているだけだ、〇〇は怖くないと言い、私が再び寝につくまで、朝になったら川に行こう、夜は花火をしようと気の紛れる話をしてくれました。〇〇が何と言っていたのか聞き取れなかったのか覚えていません。しかし朝になると、まだ予定では数日泊まっていく予定だったにもかかわらず、私の父がすでに迎えに来ており、私は祖父母の家を後にしました。それ以来私は祖父母の家には行っていません。理由はわかりませんが、私も親にその理由を聞きませんでしたし、親もその話をしませんでした。代わりに毎年夏になると祖父母がこちらにやってくるようになりました。誰もあの夏以降なぜこうなったのか話をしませんでしたが、私にとっては別にどうでもいいことだったように感じていました。なんとなく今思えばですが、あの夜私が屋根裏の音や声を聞いてしまったからだろうなと頭の片隅で感じてはいましたが、それも別に当時はどうでもいいことでしたし、聞いても教えてはくれないだろうと思っていましたので聞きませんでした。私があの夜祖父母に反狂乱で天井裏からの音や声の話をした時の祖父母がお互いの目を合わせた一瞬の青ざめたような顔や、その日の朝私を迎えに来ていた父が祖父と神妙な顔で何かを話す姿を見てそう感じたのだと思います。天井裏からそうですね、音が、はい、天井裏の方ですね。なんかずるような引っかくような音、なんかそうですね、引っかくようなギリギリみたいな、まあ動物かもしれない。子供の声みたいなのが聞こえたんですけどね。子供の声、はい。それで大体何歳ぐらいのとか。いやー、何歳だろう、わかんないですけど、その今まではそういった音だとか、まあ子供の声みたいなものっていうのは聞こえてなくて、その夜が初めて。その夜が、初めてでしたね。
でまあ驚いてはおじいちゃんおばあちゃんをこう起こすと。い。そうです、そうです。そうすると〇〇まるまるです。覚えてないですけどね。が遊んでるだけだっていうようなことを言ってた。そうですね。そうするとこう屋根裏のその音だとか声の存在を何らか認識していたっていうようなことなんですかね。おそらくそうですね。ちょっとどうする行ってみるか。そうか。まあまあ行ってみようか。そうだね。入ってみようか。行くわ。すごいね、確かに。気をつけて。あ、結構ね、だいぶ古いから。どうなってるんだ。あ、そういうこと？そういうこと？スライドする。うわやべえな。うわ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 。やばい。すごい。うわ、すっごい。ほこりがね、ほこりがやばい。ちょっとでもここがあれだよね。話の屋根裏なんだよね。そうだね。いや怖えな。いやこれはね、やばいよ。うわ広っ。うわすげえな。何これ？何の箱？何この箱？何それ？これさ、いや、なんか、想像しちゃうとあれだけどさ、棺桶とかじゃないよね。いやでもあれだと思いますよ。この本当時代にさ、布団を入れてたような箱があるみたいで、わかんないですけど、ちょっと開くのかな。あー、布団か。布団だけどさ、なんか寝たとしたらさ、頭のところへっこんでない？あ、確かにそうだ。これ、いや、違うよね。いや、まあでも、ぶっちゃけ人が、例えば寝たとしたら、ちょうど入れるぐらいの高さは余ってるよね。確かに。いや、ちょっとそれ想像したらさ、怖い。いや、でも、やばい。まあまあでも、棺桶ではないとは思うけど、まあ思いたいだけどね。こっちも見に行く？そうだね、ちょっと。あ、すごいな、これ藁だよね。そうだね。壁とか、屋根の補修に使ってた余りみたいな感じ。そうだね。じゃない？こんなんさ、本当に日本昔話の世界だよね。そうだね。昭和54年。あれさっき下やったのもだっけか、昭和50。確かに。まあでもそれでも40年ぐらい前。40年前だね。だね。昭和の中期のね、ものだろうなっていうものがいっぱいあるわ。すり鉢とか、いろりで使うようなものとか、そういうものがいっぱい。あ、なんかこっちも一応いけるっちゃいけるな。ちょっとカメラ持ってて。ちょっと待って。食器が置いてあって配膳されてるように並べられて置いてある。こういう風習的なものがあるのかな。なんだろう、この村というかさ、こういう昔から言い伝えられてるみたいな。だから正直その話を聞いた時点で、何かしらその村の独自の風習だとか関係してるんだろうなとは思ってたけど、それの一種ではないかなとは思うけど、ちょっとね気味が悪すぎるなこれ。あの箱は何なんだ。ちょっと一回見に行ってみるわ。なんか上にさ、なんだろうあれ、なんか置いてあるね。なんだろう。お札かな。なんだろう。
他何もないのよこの部屋。本当その空間にそうそうそうポンと置いてある。そう、この箱と食器だけだよ。あ、これはちょっと床抜けるな。それ2人行かない方がいいです。いや、行かない方がいいね。いやー、これやべえだろ。ちょっとカモ貸してもらっていい？なんだろう、厄除け。めっちゃ人形が、人形が中にめっちゃ入ってる。マジで？人形がね、いろんな陶器の人形とかあって、わかんない、ちょっとあんまりちゃんと見てないんだけど、写真が入ってて。マジで？写真が入ってた。今日の調査はこれでおしまいにして、一旦依頼くれた方現状報告しよう。で、一回ちょっと今後どうするかを一回一緒に相談しようか。そうか。じゃあちょっとね、謎多すぎて、一旦これらが何なのかっていうのをちょっと一回調べて分かるもんでもないかもしれないんだけど、ちょっと一回調べたい。なんかね、この周辺独自の何かがあるんじゃないかなと思うんだよね。はい、再びねこの家にやってきたわけですけれども、もう逃げ出したい一心。依頼者の方が数十年前ここで実際その物音だとか、声を聞いた状況で寝てみたいと思います。おばあちゃんにまた会った時に、あれ以来なんか音や声を聞いたかって言われたんですけど、まあ本当に聞いてなかったんで、ないって言ったら、なんかおばあちゃんも安心したような感じで、あ、そうかみたいな感じで。そうするとやっぱり、おじいちゃんとおばあちゃんは何か、隠してるとまでは言わないまでも、今思うとそうかもしれないですね。何かを知ってたということで、間違いなさそうですね。そうですね。